どうも、かけるです。皆さん見ましたか？クラフトさんのチャンネルで公開されているやる気のない時計。めっちゃいい出来。実は完成品はまだ見てないんですよね。今度見せてもらおうと。このね、アラームが鳴った時のこの崩れっぷり。めっちゃいいよね。時計まで崩れるっていう。まだ見てない方はぜひ見てね。で、超有名なものづくり系 YouTuber のクラフトさんとこの時計を作りまして、ありがたいことにもうちょっと構造のことも知りたいっていうようなね、コメントとかご意見いただきましたので、そこら辺ね、皆さんに紹介していきたいと思います。と、その前に、初めましての方も多いと思うので、一瞬で自己紹介。普段は風船で筋肉を作ったり、いかついロボット作ったりしてます。今回みたいな電子工作とか、動くものづくりもどんどん増やしていこうと思ってますので、よかったらチャンネル登録しといてもらえるとすごく嬉しいです。じゃあ作っていくよ。ちょっと前から、やる気くんのこの曲がる性質を使って時計を作りたいっていう話をしてました。で、できたら、アラームが鳴ったらこんな感じでやる気が解放されるっていう、そういう仕掛けもできたらめっちゃいい作品になりそうっていうところでいろいろ考えてみました。やる気くんってこの形が可愛い。なのでできるだけこの形を崩したくない。そう考えてホールドにはマグネットを使ってできるだけ爪とか突起を作らないように。で、やる気くんを解放するのは時計本体の中のマグネットを下に移動させて引き離すっていう感じ。その動きには自分のチャンネルで公開されているやる気くんメトロノームとか歩いてもらった時にも使ったサーボモーターっていうこの角度にどれくらいのスピードで行ってねみたいなそんな動かし方ができるモーターを使うことにしました。そんな頭の中のイメージを具現化したのがこれ。中身はこんな感じ。できるだけ短時間で仕上げたかったのでダイソーの時計。これを分解して基板をハッキングすることで時計の部分は対応。それ以外は完全にオリジナル。やる気くんには2つのマグネット。手前側のマグネットの本体側にもマグネットを仕込んであって、これでやる気くんを本体にくっつける。これがモーターでくるっと回って離れると、やる気くんがプリンってなる。もう1個のマグネットの向こう側にはリードスイッチっていうやべえスイッチがついてる。このリードってのは足のこと。木管楽器のサックスの口元についているものも同じスペル。この葉っぱ状のものがガラス管の中に入っていて磁石を近づけるとこんな感じでくっついてスイッチが入る。そんなスイッチ、実際にはガラスだと割れやすいので、それをプラスチックでくるんで割れにくくしたものを使ってやる気くんが近くにいて元に戻っているのか、それともダラーンとしているのかを見れるようにしました。あとは 3D プリンターで筐体吸ってめっちゃいい感じでいろいろ考える脳みそアルディーノくんとダイソーの時計基板をくちゃくちゃっとくっつけて完成っていう感じにしました。動き的にはアラームを5回アルディーノくんが数えたらモーターを動かす。で、やる気くんが戻るとアラームが止まるっていう感じ。ということで、なんとなく分かってくれたかな。クラフトさんの方もかなり苦労されたみたいなので、そっちも要チェックです。今回の時計作りも楽しかった。じゃあまた。